股関節を柔らかくしようとストレッチをしているそこのあなた、今すぐやめてください。こんにちは、パク先生です。いつも高評価、コメントありがとうございます。股関節を柔らかくしようとして日々一生懸命ストレッチをしているという人は多いですよね。股関節が硬くなると骨盤、背骨の歪みを引き起こし、腰痛、股関節痛、膝の痛み、脊柱管狭窄症や座骨神経痛、変形性関節症の原因になり、最悪の場合、寝たきりになる可能性もあります。さらに血流やリンパの流れも悪くなり、中性脂肪、内臓脂肪が溜まる原因になり、加速度的な老化をもたらす恐れもあります。そんな状況を回避しようと日々股関節周りのストレッチに励んでいるというのに、そのストレッチをやめろだと。お前はなんてことを言うんだ。そんな声が聞こえてきそうですが、それには理由があります。では、ストレッチをしているというあなたに質問です。ストレッチの目的は何ですか？ほとんどの人はこう答えると思います。筋肉を伸ばすため。ところが、ここに落とし穴があるんです。確かに股関節が硬い人の筋肉は硬くなっています。それは言い換えるなら筋肉が正常に機能していないということを意味します。では、筋肉の正常な機能とは何でしょうか？それは収縮と弛緩です。わかりやすく言うと、柔軟性を保った上で伸びて縮むということです。しかし、ストレッチによって硬くなっている筋肉をぐいぐいと引っ張って伸ばそうとするだけでは、筋肉そのものを傷つけてしまったり、関節に必要のない負荷がかかるなど、むしろマイナスにすらなります。では、どうすればいいのか？筋肉が正常の機能のもう一つの要素、収縮。つまり筋肉を縮めることがその鍵になります。筋肉を正しく収縮させることで循環が良くなり、酸素や栄養素の供給、疲労物質、老廃物の排出を促すことができます。そうすることで初めて筋肉の正常な機能であるしっかり伸びてしっかり縮むというパフォーマンスが発揮され、筋肉自体が柔軟になり、関節の可動範囲が拡大するんです。これが股関節に限らず、関節の可動範囲を向上させる王道なんです。以上から言えることは、必要なのは筋肉を伸ばすストレッチではなく、筋肉を収縮させるトレーニングだということです。トレーニングが必要となる普段から働いていない、いわゆるサボり筋。4つあります。1つ目は太もも内側にある内転筋群。2つ目は股関節をまたぐ腸腰筋。3つ目は太もも外側にある大腿筋膜腸筋。4つ目は太ももの前の筋肉、大腿四頭筋です。今回この4つの筋肉にしっかり収縮を促すことで股関節を柔らかくしていきます。合計4つのトレーニングをやっていきます。まず1つ目のトレーニングは仰向けに寝てもらう姿勢から始めます。ここから両膝をしっかり曲げます。できるだけ曲げていただいて、両膝を少し間を空けます。つま先も両膝に合わせて少し外向きに向けます。この状態から両膝を両方向に倒していきます。大きく倒していきます。この時に股関節の動きをしっかり意識しましょう。できるだけ大きく動かしていきます。両側で1回として合計5回やっていきます。一緒にやります。1、2、大きく大きく。3、4、5。2つ目のトレーニングは横向きの姿勢からスタートです。まず下側の足まっすぐ伸ばします。上の足の裏をこのようにベッドにつけます。この状態から下の足を上方向に上げます。こんな感じですね。やってもらったら分かると思いますが、なかなか上げにくいと思います。はじめはベッドから少し足が離れるくらいからでも大丈夫です。もう一つ注意点として、体が曲がらないようにできるだけまっすぐした姿勢でやっていただくようにお願いします。上げた状態で10秒キープしていきます。これを3セットやります。一緒にやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。下ろします。2セット目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。下ろします。3セット目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
反対側も同じようにやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3つ目のトレーニングはこのように膝を曲げて足の裏をくっつけた状態でやっていきます。この状態からお尻を上げます。腰が反らないようにしっかりお尻に力を入れます。この姿勢から膝を閉じていきます。閉じたら開きます。これを10回繰り返していきます。体幹が弱い方は膝の動きが大きかったり動かすスピードが速いとぐらつくかもしれません。その場合は膝の動きを小さくしたりゆっくり動かしてみたり調整していってください。10回一緒にやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。ラスト4つ目のトレーニングです。このように足の裏合わせていただいて膝を曲げます。つま先を少し上方向に上げます。この状態から膝を曲げ伸ばししていきます。この時に股関節の動きと下っ腹にしっかり力が入っていることを意識しましょう。つま先はできるだけ上に向けます。これを20回やっていきます。最後です。頑張っていきましょう。一緒にやります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト10回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れ様でした。今回は股関節を柔らかくする方法についてお伝えしました。ポイントは股関節周囲の筋肉をしっかり収縮させて効かせることでしたね。そうすることで筋肉本来の機能を取り戻すことができます。セルフケアは継続が命です。また股関節が硬くならないようにセルフケアの一部だけでも続けていただけると効果が定着しやすくなります。頑張っていきましょう。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。